報された最弱勇者ガチャ進化で無双の頂へ。第33話。偶然にしてはデクすぎてる隠れた進化の法則。バルグソルダとの死闘を終え勇者たちと別れたユーマとリーナは再び二人だけの旅路に戻った。戦いの余韻を背負いながら二人は穏やかな街道を進む。遠くに見える都市のシルエットを目指しながら互いの存在を確かめ合うように言葉を交わした。戦場を離れてから数日、休息のために立ち寄ったのは小さな城塞都市カトレアだった。門をくぐると活気ある喧騒が迎えてくれる。二人は久しぶりに音のぬくもりを感じた。市場の声、焼くたてのパンの匂い、果実酒の甘い香り。そこには戦の影などみじんもなかった。お腹すいたにゃ。イーナが子供のように叫ぶ。お前は本当に切り替えが早いな。だって戦いの後は美味しいご飯でしょ。石畳の大通りには露店が並び、香ばしい焼きパンの匂いや果実酒の甘い香りが漂ってくる。結局イーナの勢いに押され二人は街角の食堂へ入った。木のテーブルと温かな湯気、煮込みシチューの香りにようやく緊張がほどけていく。はーいと帰るにゃ。パンを頬張るリーナの顔はどこか幸せそうだった。ユーマもシチューを口に運びながら小さく息を吐く。それにしても俺はまだあの勇者たちと肩を並べられるほどじゃないな。にゃー。でもあんな化け物を前にして生き残ったにゃ。それってすごいことだよ。まあな。イーナはスプーンを置き真剣な眼差しを向けた。あの戦いは本当に無茶だったにゃ。わかってるさ。でも無茶をしなきゃ生き残れなかったんだ。俺たちもあいつらも。ユーマは軽く笑ってみせたがその笑みには疲れの影が残っていた。イーナは運ばれてきたシチューの湯気を見つめながらぽつりと言った。そうにゃ。ユーマの力がなかったらきっと私生きてなかったにゃ。それは違うよ。俺一人の力じゃない。みんなが踏ん張ったからこそ今がある。俺はただ持てるものを全部振り絞っただけだ。その言葉に嘘はなかった。あの瞬間劣化の葉が生まれた。今でも鮮明によみがえる奇跡のような出来事けれど、それはたまたま起きた奇跡だった。今後も同じような奇跡が起こせるとは限らない。アイテムは一度しか進化しない。まさに賭けなんだ。ユーマは静かに告げた。だからこそ次は俺自身が進化しなきゃならない。イーナの表情が少しだけ引き締まる。ユーマ、まだ手探りだけど俺の力には隠れた法則があるって気がついたんだ。彼はパンをちぎりながら考え込むように続けた。一つは媒体の質、素材やアイテムそのものが貴重であるほど進化の結果も強くなる。知ってるにゃ。普通の石より魔鉱石の方が強くなるって感じにゃ。そういうこと。スプーンを持つ手を止めユーマは窓の外に視線を向けた。でもう一つ大事なこと。それは状況だ。俺が極限に追い詰められていればいるほど進化の内容が飛躍的に跳ね上がる。じゃあ戦場の真っ只中で剣が進化したのもそれが理由にゃ。多分な。あの時の緊張と恐怖が限界を超えさせたんだと思う。店内のざわめきが二人の声を包み込む。ユーマは少し間を置いてさらに低く続けた。それに最近気づいたことがあるんだ。進化はただの反応じゃない。俺の思い願いみたいなものが反映されているじゃないかって。イーナは身を乗り出す。どういうことにゃ。例えば誰かを守りたいって思った時は防具や結界のようなアイテムに進化したし、突破したい、勝ちたいって思った時にはまさにその戦況にぴったりな力へと強化されたんだ。偶然にしてはデクすぎてる。つまりユーマの心が進化の形を決めてるにゃ。かもしれない。ユーマはうなずいた。だから
を終えたばかりのユーマとリーナは夕暮れの街を散歩した。たまにはこんな風に歩くのもいいな。にゃー、心まで染まるような夕焼け、これが生きてるって感じにゃ。石畳の道はオレンジ色に染まり、屋台や商店から漂う香ばしい匂いが二人の鼻をくすぐる。ついさっきまで食卓を囲んでいたにもかかわらず、街のカットと食欲をそそる香りに心が揺れた。にゃーん、この通り古いにゃ。どこも美味しそうな匂いばっかり。イーナが鼻をふくふくさせながら子供のようにキョロキョロ見回す。視線の先には大きな串に刺さった肉が焼かれていた。油が滴り、塩と香草の香りが風に乗って漂う。さっと食べたばっかりだろう。ユーマは苦笑した。別腹なの。冒険者は食べられる時に食べるのが鉄則にゃ。そういうなり、イーナは迷いなく串を買って口いっぱいに頬張った。ほら、ユーマも食べるにゃ。差し出された肉をしぶしぶ口にすると肉汁がふけ、香草の香りが鼻に抜けた。うまい、悪くないな。爽やかな風味が広がるでしょ。やっぱり美味しいと元気出るにゃ。そんなたわいないやりとりを交わしながら二人は露店を冷やかして歩く。ほら、あっち、フグ屋みたいだぞ。ユーマが指さした先にはときは大きな看板が目に入った。鉄製の土と剣が交差した紋章鍛冶屋の印だ。フグ屋、新しいアイテム見てみたいにゃ。イーナの耳がぷくりと動く。猫のような仕草にユーマは思わず笑った。扉を開けると金属を打つ音が響き、熱気が顔に当たる。世の赤い光が揺らめき、職人たちが黙々と鉄を叩いていた。いらっしゃい。旅の冒険者か。土を下ろした大柄な男が角の汗を拭ってこちらを見た。フグを見せてもらえますか。ユーマが尋ねると男は口角を上げて笑う。もちろんな。だが、そうだな。せっかく来たなら普通の品じゃつまらねえだろ。お前さんたちにちょうど見せたいものがある。奥から持ってきたのは布に包まれた一本の剣。布が外されると青黒い金属に白い筋が走り、まるで稲妻が葉の中に封じられているかのように光を反射した。今しがた炉から生まれたばかりの一品だぜ。ユーマが息を飲む。これってただの鉄じゃないですよね。鍛冶屋は誇らしげにうなずいた。ああ、北東に雷鳴を買って場所がある。あそこは一年中雷が落ちる危険地帯だ。そこに眠る鉱石は何度も落雷を受け、普通の火じゃ溶けねえほど硬くなる。魔力の密度も桁違いだ。雷で焼けた鉱石。イーナも耳をぷくりと動かし身を乗り出した。そんな素材聞いたことないにゃ。そいつを命がけで掘り出してきたやつがいてな。それを答え上げたのがこの剣だ。俺の自信作だぜ。ユーマはそっと握ってみた。ずっしりとした重みとともにはからかすかな電流のようなざわめきが伝わってくる。まるで雷鳴そのものが剣の奥で息をしているようだった。すごい、これは本物だ。ユーマは小声でつぶやいた。わかるか。そうだ、これは雷なる丘そのものだ。俺が売るのは一本きりの特注品。値は安くねえが覚悟があるなら売ってやるぜ。イーナが不安そうにユーマを見る。ユーマ、本気にゃ。かなり高いよ。ユーマは迷った。だが、すぐにうなずいた。買わせもらう。この剣は、俺の進化の力に必要になる。おお、いい目してるな。鍛冶屋は豪快に笑い、目をつけた。ユーマは旅の報酬を差し出し、剣を受け取った。だが、後津忠告だ。絶対、丘には近づくなよ。危険な場所だ。命知らずの連中が何人も雷に焼かれて死んでる。まあ、普通の冒険者なら行こうなんて思わねえだろうがな。天使の言葉を聞きながらユーマの心はすでに決まっていた。落雷、極限の環境、そこ
しい情報が聞けたよ。店主に礼を告げ、二人は店を後にした。夜風がほてった方を優しく冷